餃子の美味しいところってみんながここ言うんで。誘われるまま座って飲んだお茶がむっちゃ美味しくて、魅力はまあ香りとかがね、日本茶とは違う、いろんな香りを楽しむことができるので。これは今ワンタンの皮、これを1時間ぐらいずっとで、どんどん皮が薄くなっていくので、薄くなったら完成ですね。ワンタンは中国では日本で親しまれているうどんのような感覚なんですか？そうなんですよ。朝昼晩食べられますよ。ワンタン専門の屋台もあるぐらいなんで。中国でワンタンを漢字で書いたら日本でうどんって読むんですよ。一緒です、漢字は。ワンタンの漢字とうどんの漢字。大学は松山出て、高校は上海だったんですけど、で就職で東京に行って、いろいろちょっと前の会社も幅広くやってて、飲食店もあったりとかして、で飲食店もやらせてもらったりとか、
不動産もやらせてもらったりとかいろいろやらせてもらってました。こちらに帰ってやるきっかけって何ですか？父からお呼びがかかったんでまあもともとそういう予定で就職活動とかもしてたので。これでも今完成されたんですか？そうです。これで切って完成です。これで完成です。手が透けて見えるぐらいですけど、でも薄すぎると今度食べた時に全然食感がなくなってもダメなので。何ミリぐらいとか分かるんですか？1ミリもないと思います。0. 何ミリだと思います。どうぞ。蓋をされてるのは何でなんですか？水分が入ってるんで皮が乾くんですよ。蓋しなかったら。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。
いらっしゃいませ、どうぞ。どうぞいらっしゃいませ。具は何が入っているんですか？これはチンゲン菜と椎茸のみですね。お肉が一切入ってないので、肉が苦手な人とかも全然食べれますね。
何作ってるんですか？これごま団子ですね。ごま団子。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。お好きな席どうぞ。どうぞいらっしゃいませ。はい、どうぞ、どうぞ、奥どうぞ、どうぞ、お好きな席どうぞ。焼き餃子と焼き餃子、はい。一番小籠包。小籠包。はい、小籠包と焼き。はいはい、ありがとうございます。これラードです。これ餃子のあんとさっきのニラで混ぜます。140ちょっとから150個ぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。小籠包どうぞ。中のスープ熱いから気をつけてください。はい、お待たせしました。小籠包できました。熱いので。もうね。
これこうそ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 う、はいスープ澄んでたらちょっと食べてください。熱い美味しい。美味しいですか。美味しいです。美味しいですか。はい。おお。見てくれました。本当に美味しい。本当に美味しい。まあ、松山の友達に餃子の美味しいところってみんながここ言うんで、たまたま今日来ました。あっという間に帰ります。はい、どうも。ありがとうございます。どうも。お疲れ様。有有有有。これプアル茶上の一応、うち自分で後で塊があるんですよ。それを削ってティーパックに詰めてプアル茶の葉っぱをよかったら味見してみて。これでセットの完成です。ちょっと取りながらやっていきますね。ヤムチャスタイル。そうヤムチャスタイルっていうのはお茶を飲みながら点心をつまむっていうことをヤムチャっていうんですよ。まあ、今でいうブランチみたいな感じで上海とか香港で昼ぐらいからお茶飲みながらそのお話をしたり点心をつまんだりっていうのをヤムチャ文化って言いますね。プーアル茶がおそらくまあヤム茶その点心に一番合う癖がなくでカフェインも少ないので飲みやすいんですよ。
ます。いえいえいえ。はいはいはい。僕と同い年ぐらいのお客様が小さい頃から家族で来て大きくなって結婚して出産してまたその子供を連れてくるそういうお客様とお会いできた時はすごくやりがい感じますね。なんで 3代今から休憩に入りますみんなは。なんでまかない作ってまかない食べてちょっと休憩して4時半ぐらいからまたスタートっていう感じ。皆様が休まれてる間に一緒に休まれる。いや僕会議に参加してきます。何の会議ですか？観光物産協会に餃子を置いててそれの定例会が今日の4時にあるので行って5時過ぎに戻ってくるっていう感じ。何を出されてるんですか？焼き餃子と水餃子を出してますね。どういった取り組みをされてる？愛媛県全域においてその観光そのインバウンド誘致であったりとかいろんな施策を考えて多分やってる団体ですかね。こちらに焼き餃子を。そうですそうです。そちらのインターネット販売のところに焼き餃子と水餃子を載せて販売してます。総裁構図を中身もともとはお父様がグエンさん開かれたんですか？ああそうですね。最初は私からもう28年の天津はやっぱり作ったら他のものは作るもできないぐらい相当手間にかかるんですけど、粉から皮まであんまで全部こっちで作ったらやっぱり手間に相当かかる。他はもうできないです。
の中身です。牛肉ですね。これはエビダン。はい。はい、ありがとうございます。これももち米シューマイ。神奈川から。で
結構もう頻繁に通われてるんですか？年に1回ですね。愛媛に来たら必ず予約取ってきます。横浜が近いので天津食べに行こうと思えば多分あるんでしょうけど、天津をここまで楽しむのはここのお店だけ。ご予約2名様です。一応僕取ってるんですけど、どこでも大丈夫です。中国紅茶です。紅茶。中国紅茶。ジャスミン茶か中国紅茶どっちかがいいなと思って中国紅茶にしました。初めていただいたんです。初めてです。ダージリンとかそういう感じのあっさりした癖がない感じ。我刚有人起2期，不是给了弄。全部美味しい。全部美味しいです。ご飯のお米のシューマイが私は大好きです。これお米なんですけど、おこわみたいな感じ。もち米な上手に割って、汚い映像で大丈夫なの？伸び伸びってなったよ。入っちゃえば。寿司じゃあ先一回ちょっと取るよ。これラードです。あ、粉ですか。粉は強力粉です。
じゃあここに置いとく。置いとく。でもこんなに出てくるのすごい。ね。美味しい。こんな出てくる。いらっしゃいませ。他に。なんかね、目で見ることもね、遠慮なくどうぞっていう感じなんで、ほんと精密機械のように作るところはすごいなかなかないですよね。こういう裏を見せるとこって、なんか麺打つとことかだったら見せますけどね。なんかこれはマスタードです。熱かろう。じゃあおすすめっていうかもう全部全体的に。朝食みたいなこと言われたら。これは一口でいける勇気ないやろ。無理よ。危ない。何十年ぶりに。前回来たら本当小学生ぐらい。やっとボーナスが取れるようになったんで。久々のヨエンさんいかがですか？美味しい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり全て一から作るっていうのにはこだわってまして、なんで材料から粉から皮一枚まで全部手作りっていうのはこだわってますね。それが一番大きいかもしれないです。やっぱりお父様から今もこの学んでというか。もちろんそうですね。お父様の存在ってどういう存在なんですか？そうですね、父でもありますし、師匠でもありますね。一人で作り出したのは2年ぐらいですね、まだ。きっかけもこの店に育ててもらってるようなものなので、小さい頃からこの店のものを食べて育って、恩返しじゃないですけど、自分が美味しいって思った味を、一人でも多くの人に伝えていけたらなっていう思いはあります。一人でも多く4円の天使に食べてもらって美味しいって思ってもらえるファンが一人でも増えたらなと思いますね。おはようございます。おはようございます。片付いてないんですよね、実は。
チェックしたらやっぱりやばかったんで、よいしょ。です。で、その他のお茶はこっちのちっちゃい方のメニューにあります。じゃあ、出来たてのジュロ茶でも入れていきましょうかね。はい、さんのジュロ茶っていう石卓がブランド化してるお茶ですね。まだ入れてないんでね。よいしょ。君はこれ持って。1分ですね。もうちょっと待ってくださいね。これ何回ぐらいそのお茶のうちのお店では4000か5000ぐらいまでもっと出るんで、まあ持って帰ってもらったりしますけど、茶葉は。基本的に台湾のお茶はこんな風がいいでしょうね、買われる時は。これが美味しくない茶葉だとこの辺ガサガサになってて色がね変わってたりするんですよ。そういうのはちょっと避けた方が。うん、ダメだったやっぱり。全然ダメでもないんですけど、うん、お客様にお出しできるものではないなって感じですかね。ちょっと他の発酵が進みましたで。味的にどんな味がするんですか？ちょっとね梅粉入るんですよ。
梅子。梅の味が。口直しにまともなものを飲みましょう。いいんですけど、そうはね、なかなかやっぱりお茶屋さんなんで。ちょっと測りますね。赤ウーロンです。もうちょっと強い方がいいですかね。はい。美味しい。美味しいけど、ちょっともうちょっと強くてもよかった。まあ、こんなもんでしょう。これは紅茶に仕立ててあるので。紅茶ですね。はい、紅茶です。紅茶の味。紅茶をしようとしたきっかけって何かあるんですか？別に好きだっただけですよ。いつぐらいから好きになった？高校生の頃から好きだっただけなんですけどね。コーヒーが飲めないって分かったんですよ。コーヒー頭痛くなるんですよ。なんでお茶になったんですね。そこから興味を持たれて。そうですね。そこから興味を持ってて、でついでになんかお茶屋さんが開いてて、でお茶屋さんで飲んでけって言って言葉もわからないのに誘われるまま座って飲んだお茶がむっちゃ美味しくて、で台湾茶にはまるとエスカレートしていって、台北の茶博年に1回9月にやってたんですけど、それにちょっと行くことができて、その時に知り合ったお友達のお茶師さんのところのお茶がすごい気に入って、ここから茶博、台北の茶博に3回ぐらいお邪魔してお会いしたら遊びに行きなさいって言われててでもうその頃は年に 4,5 回は行ってた頃で、いつ来るんだいつ来るんだ次いつ来るんだって言われて、で誘われてから多分1年ちょっと経った時の正月にタイミングがあったというよりも向こうが寄せてくれて、桃園空港まで迎えに行くからって言って玉山の山麓の茶園に連れて行ってもらって一泊させてもらって、次の日茶園見てお茶の試飲大会して、でもう一泊するかって言われてたんですけど、さすがにすごい緊張してたんで、もう帰るって言って帰らせてもらって、ですごい本当に楽しかったんで、そっからもう本当に台湾に入り浸るというか、それでようやく3年前ぐらいにお店を始めたって感じですかね。いいお茶をいっぱい持たれてて、ああいい白合香するな。はい、ほらこんな感じですかね。すごい色ですね。これ目先しかないんですよ。目の部分しか。目の部分ですか？はい、目の部分しかないんです。このお茶は基本こういう作り方をするのは中国得意なんですけどね。魅力はまあ香りとかがね、日本茶とは違って、いろんな香りを楽しむことができるのでっていうのがもう一つの理由。もう一つは何銭も進めれるから全体的な様式というか格好がねちっちゃくて可愛いんで、皆さんちょっと興味持っていただけるかなっていうのがありますね。長い間飲んでいただけるお茶を扱ってるつもりなんで、だから持って帰っていただくっていうのも可能にしてます、うちはお茶っ葉を。
リンの名前の由来を教えてください。それは中国の古詩の17例っていうのがあるんですけど、その一文ですね。茶礼人相、お茶は人をして爽快たらしめるという、訳になるんですけど、その頭2つ、茶はあなたをどうするかっていう問いでもあるかなと思ったりします。気持ちよくなってもいいですし、穏やかな気持ちにさせてくれてもいいですしっていうことで、お茶はあなたにとって何かのことになればいいなっていうことで名前付けさせていただきました。大前さんにとっての茶林とは何ですか？私の個性の具現化と思ってます、やっぱり。だからこの店は私ですって感じですかね。机もほぼ私が作りましたし、なので私のいろんな表現者としての表現しているところですかね。茶卓も制作したりとか写真も作ったりとかしているので、そういう意味でもやっぱり具現化したものだと思います。ありがとうございました。また来てちょうだい。